ツナサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はツナサンドを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、サンドイッチの定番ツナサンドを作っていきたいと思います。今回はツナサンドにちょっと隠し味を入れて美味しい仕上がりにしていきたいと思います。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、きゅうり、ツナ、玉ねぎ、マヨネーズ、お砂糖、塩、味噌、からし、有塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、こちらは8枚切りの食パンを使っていきます。何枚切りかはお好みのものを使用していただいて OK です。ツナの量を考えると8枚切りがおすすめです。そしてツナ缶ですね。こちらはオイル漬けのツナ缶を使っていきます。このオイルに関しましてはだいたい8割ぐらいですね。結構しっかりめにね、オイル抜きをしてください。そして今回のポイントはお味噌です。こちらが隠し味になります。味噌を加えると味わいにコクが出てとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに玉ねぎを切ります。玉ねぎはね、スライスにしていきましょう。はい、このようにスライスします。そしてこの玉ねぎなんですが、今から辛み抜きをしていきたいと思います。そうしましたら分量外なんですが、お水だいたい 100ml ほど用意してください。そしてここにお酢小さじ1杯ですね。これを入れます。そして酢水を作ってください。この中に玉ねぎを入れます。はい、でしっかりと浸してください。玉ねぎはですね、このように酢水につけていただくことで辛みを抜くことができます。いろんなね、辛みの抜き方があるんですけれども、この方法がすごくおすすめです。少しね、玉ねぎに酸味が加わってツナとの相性も良くなります。ではこのままだいたい10分ぐらいですね、つけておきます。それではね、続いてきゅうりを切っていきます。きゅうりなんですが、まずは食パンの幅に合わせて一度切ります。今回食パンはこのように縦半分に切るので、横の長さですね、ここの長さに合わせて切ってください。ちょっとね、気持ち短めで大丈夫です。このように食パンに合わせて切ってください。ちなみに切る断面はこんな感じです。きゅうりはこのように並べていきます。まずこのように包丁で薄くスライスしてください。この時ね、ちょっとぐらつくので手を怪我しないようにだけ注意しましょう。だいたい厚みね、3mm から 5mm ぐらいを目安にしてみてください。なのでスライサーなどを使っていただいてもいいかなと思います。はい、きゅうりはこのように薄くスライスしてください。このように切ったら、まずきゅうりの水分を拭き取ります。キッチンペーパーを用意してください。ここにきゅうりを並べていきます。そしてまたキッチンペーパーをかぶせてしっかりとね、水分を拭き取ってください。ここでね、水分を拭き取らないと水っぽい仕上がりになってしまいますので注意してください。でね、このままだいたい5分ぐらいですね、置いておきましょう。それでは続いて食パンに塗るからしバターを作っていきます。まずバターですね。こちら柔らかい状態にしたものを使用してください。このバターなんですが、今回私はこのチューブでバターというものを使ってます。こちらもともと柔らかくなっているものなので、常温に戻す手間を省くことができます。なのでこういったものを使うか、または塊のバターを使うときは常温に戻してから使うようにしてください。入れたらここにからしですね。今回は和がらしを使ってるんですが、マスタードやまたは粒マスタードでも OK です。はい、これでからしバターの完成です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。はい、玉ねぎを浸してから10分経ちました。そしたら一度水を切ってください。水洗いはせずにこのまま水切りするだけで OK です。はい、このように水切りします。そしてここからが大切なポイントです。こちらの玉ねぎの水分をしっかりと拭き取ってください。ここで玉ねぎの水分が残っていると、こちらもね、ベチッとした仕上がりになってしまったり、あとは味わいも水っぽくなってしまうので注意してください。キッチンペーパーを用意してこの上に出します。そしてギューッとしっかりめに絞ってください。こんな感じでギューッと握っちゃって OK です。はい、このようにしっかりと絞ってください。それでは続いてこちらのきゅうりです。このきゅうりもね、キッチンペーパーを取ります。はい、
きゅうりはこのようにしっかりと水分を拭き取ってから使ってください。それではメインのツナを作っていきます。まず器にツナですね。こちら先ほども言いましたが、油をだいたい8割ほど絞ってください。そしてここにお砂糖、少しねお砂糖を加えていただくと味わいにコクが出てきます。そして塩ですね。このね塩を1つまみぐらい入れていただくと味がねキリッと締まってきます。そして隠し味の味噌です。こちらはですねだし入りの合わせ味噌を使ってます。そしてマヨネーズ、あとはしっかり水気を絞った玉ねぎを入れてください。そしてよく混ぜましょう。味噌が塊にならないようにだけ注意して混ぜてください。はい、このようにしっかり混ぜてください。具材のツナはこれで OK です。少しね味見をしていただいて、味の調整はお好みでしてみてください。それでは続いて食パンにからしバターを塗っていきます。食パンのこの表面に油分を塗っていただくと具材の水分が食パンに染み込みにくくなります。なので必ずバターは塗るようにしてください。もしお子様が召し上がる場合はバターだけ塗っていただくといいかなと思います。それでは両面に塗っていきます。はい、このようにまんべんなく塗ってください。それではきゅうりとツナをサンドしていきたいと思います。まず一番下にきゅうりです。きゅうりをこのように重ねて置いていきましょう。こんな感じで置いてください。今回は7スライス置いてます。そしてここにツナをのせます。たっぷり全部のせてください。そして中央部分が少し盛り上がるようにのせてみてください。そうするととても美味しそうな仕上がりになります。こんな感じでちょっと中央部分がねもりっとなるようにのせてみてください。そしたらですねこちらもう1枚バターを塗ってある方を内側にして重ねます。軽くね押さえてください。この後ねこのように半分に切るので一度このままなじませます。なじませる時はラップでくるんでなじませます。まな板にラップを敷いて、そしてサンドイッチをのせます。あとはねきつめにくるんでください。パンを押さえながらちょっとね右手にテンションをかけてくるみます。ここで押さえてまたこっち側もテンションかけてくるみます。そして両端もピーッとラップを引っ張ってきつめに包んでください。ぎゅーっとねぎゅーっと。はい、こんな感じです。それではこのまま10分ほどなじませます。はい、10分経ちました。それでは切りたいと思います。切るときはですねラップの上から切ってください。そうすることでずれることなく綺麗に切ることができます。それでは切ります。ではいきます。オープン。じゃじゃーん。このようにツナがたっぷりで美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでツナサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにツナがたっぷりで美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。ツナの味のバランスが最高です。そしてこのきゅうりと玉ねぎのシャキシャキ感がすごくアクセントになってます。あとね玉ねぎの辛みもしっかり抜けて美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のツナサンドのポイントです。まず食パンに関しましては今回8枚切りの食パンを使ってます。こちらはお好みの食パンの厚みを使っていただいて OK です。ただおすすめは8枚切りなのでぜひ8枚切りの食パンで作ってみてください。そして今回はですねツナの中に隠し味で味噌を加えました。この味噌を加えると味が全体的にまとまってさらに味わいに深みが出て美味しい仕上がりになります。今回私が使用しているのがだし入りの合わせ味噌になります。お味噌もいろんな種類があると思うんですが一番おすすめは合わせ味噌です。白味噌のようなちょっと甘めなお味噌はですね少し甘くなりすぎてしまいますので白味噌以外のものを使っていただくといいかなと思います。そしてツナ缶に関しましてはだいたい8割ぐらいオイルを切ってください。今回私はねオイル漬けのものを使ってるんですがもしノンオイルの場合はしっかりと水分を切ってから使うようにしてください。水分がしっかりと切れてないとツナサンドが水っぽくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして中に入れる玉ねぎのポイントです。玉ねぎは薄くスライスしてその後酢水につけてください。こちら分量外ではあるんですけれども酢水につけていただくと辛みをしっかりと取ることができます。さらにね少し酸味が入るので味わいのアクセントになって美味しい仕上がりになります。玉ねぎもいろんなね辛みの抜き方があるんですがぜひ酢水でやってみてください。そしてこちらの玉ねぎなんですが酢水につけた後はしっかりと水分を切るようにしてください。こ
ここで水分がまた残ってしまうと水っぽくなってしまいますので注意しましょう。そして今回は食パンの内側にからしバターを塗りました。もしお子様が召し上がる場合はバターだけにしていただくといいかなと思います。このバターを内側に塗っていただくと具材の水分が食パンに染み込みにくくなります。なので必ずバターは塗るようにしてください。そして具材を挟む時のポイントです。まずきゅうりを敷き詰めてその上にツナを乗せてください。ツナの乗せ方も中央が少し盛り上がった状態にやっていただくと切った時の見栄えが良くなると思います。あとはサンドしてその後ラップできつめにくるんで10分ほどなじませてください。そうすると食パンと具材が馴染んで切った時に断面が綺麗に仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ちょっとのコツですごく美味しくなるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はツナサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。